テンバ今年9月、東京のスカイツリーで開かれたイベント。開業して9年を迎えたスカイツリーが初めて金色をイメージしてライトアップされました。乳がんがピンクリボンで知られるように、実は小児がんを表す色が金色、ゴールドリボンと呼ばれています。遠くから見てもなんで今ゴールドなんだろう、金色だって思ってる方もきっといるのかなと思うので、小児がんについて皆さんで考えるっていう一日をいろんな人がこの今見ている時間感じてほしいなと思います。小児がん啓発イベントのゲストにこの日呼ばれたのは矢方美紀さん29歳。矢方さんといえばAKB グループの一つ SKE48 のメンバーとして名古屋市を中心に活動していた元アイドルです。5年間アイドルとして駆け抜けて2017年に卒業。体の異変に気づいたのは1年後のことでした。きっかけは小林真央さんのニュースを見たのがすごい大きかったですね。その時に初めて若年性の乳がんっていうのを知って、セルフチェックをその時初めてして、自分で、左の胸にしこりがあるなっていうのを見つけて、そういうので、何人かは迷った末病院を受診。一人で検査結果を聞きに行き、乳がんと診断されました。意外に冷静だったそうです。ステージ1なので初期の段階だなと思っていて、初期の段階で見つかったから、治るだろうっていう方がやっぱ気持ちとしてはちょっと前向きになっていたので、それも多分焦らなかった理由なのかもしれないですね。ところが手術前の検査を受けていくとリンパ節に転移が見つかりステージ2に。手術では左の乳房を全摘し、病理検査の結果最終的なステージは 3A と診断されました。正直その数字がどんどん上がっていくっていうのを見た時に、やっぱり死ぬのかなって思ったのはもちろんあるんですけど、自分の体に今後どういう変化が起きていくんだろうっていう不安がすごく出てきましたね。手術、抗がん剤、放射線治療を受け、髪の毛が抜けた時期はウィッグをつけて過ごしました。今も再発を抑えるためのホルモン剤を服用しています。若年性の乳がん患者は全体の 2.7%。国が推奨する乳がん検診の対象は40歳以上となっていて、若い世代では進行した状態で見つかる場合もあります。矢方さんのように最初の診断からステージが上がっていく患者は時々見られるそうです。正しい術前診断をしてあげる必要はあるんですけども、若い方の乳房っていうのはその乳腺の濃度がやっぱり濃いですよね。だからマンモでもなかなか見つかりにくいんで、腫瘍系が正しく測れないと、実際取ってみたら細かいリンパ節転移がたくさんあったという例もあるんで、そうなるとおのずとやっぱりステージも上がってしまうんで。中山医師はどのステージでも治療をしっかり受けてほしいと話します。若い方でやっぱりそういうふうにステージが高くなってしまって、結局リンパ節転移がたくさんあって、ステージが高いと。でも抗がん剤しなくていいと思ってたのに、抗がん剤が必要になったという方もやっぱりいらっしゃるんで、やっぱりショックは大きいでしょうね。体力もしっかりあるし、合併症ももちろん少ないですよね。若い方はもう最大限の治療をしっかり受けてくださいと。矢方さんはアイドルを卒業後、アパレルショップで働いたり事務の仕事をしたりしながら、長年の夢だった声優になるための勉強を続けていました。切除した乳房の再建手術も考えましたが受けませんでした。また抗がん剤の影響で将来妊娠が難しくなる可能性に備えて、
治療の前に卵子凍結を推進する動きも当時活発でしたが、選択しませんでした。乳房再建も卵子凍結も事前の準備が必要で、治療の前に費やす時間が気がかりだったといいます。まだ手術もしてない、治療もしてない段階でこんなにどうしようって悩んだり後悔するんじゃないかなと思うんだったら、まずはやらない方に私は決めようかなって思いましたね。最初はすごくなんでその卵子凍結しなかったんですかって聞かれてしまったり、子供を産むことに関してはどう思ってるんですかっていうふうに言われたこともたくさんあったんですけど、正直別にそれが絶対な人生ってないと思っていて、治療で頭がいっぱいで将来のことを考えたくなかったと当時を振り返ります。失った左胸を見ると、あの時頑張った証と今は思うそうです。お久しぶりです。この日、矢方さんが会ったのは名古屋で患者会を主催している乳がんサバイバーの加藤夏さん。加藤さんは治療を始めて12年、5年前ステージ4と診断されました。共にシングルで治療中、病気と生きる仲間として思いを語り合います。30に来年なるってなった時に、自分このままでいいのかなっていう、なんかがんとは違う普通に生まれてきて多分誰もが悩むであろう悩みっていうのがすごい出てきてしまって、みんなが治るわけじゃないから、治らないとか病気と今後も一緒に付き合っていけない人たちの、特に綾世代でなかなかやっぱりそういう仲間を見つけづらい人とかもいるし、そういう人たちをもうちょっとなんか支えていってほしいな。自分で下した決断に悩む時もありますが、病と向き合う人生を互いに誇りに思っています。毎週日曜日の朝、ラジオ番組の DJ を続けて1年余り、がん患者と知らないリスナーも増えました。自分の経験を語ることが何かの役に立つのであれば、全てを隠さずに伝えていきたいと矢方さんは考えています。